短いお話を一つ。おい植木屋、へえおかしい。お前んとこどんな花でもあるか。へえ、うちはどんな花でも木でもまっせ。ほんならものいう花ってあるか。ものいう花、こいつなぶりに来よったな。へえおまっせ、あるか。へえおます。うちは花でも木でも皆もの言います。なんなら名前なと尋ねてみなはれ。返事しおるさかいに。ほんまかいな。ほんならお前名前なんちゅうねん。さくら。ほんにこいつもの言いよったがな。そしたらお前は梅。なるほどな。お前はボタン。感心だな。お前はおい植木屋、こいつもの言いよらへんがな。ああ、これ口なしや。突然の小話でございましたけれども、これは私が68歳で落語を習い始めた時に一番初めに教えていただいた小話でございます。なぜ68歳で落語を習い始めたかと申しますと、社会とのつながりがなくなることに不安を感じたからでございます。それまで私は仕事を持っておりました。毎日人と接する生活をしておりました。ところが定年になりまして、もう子供たちも独立しておりますし、孫の手も離れて、これから私は毎日家で一人で誰ともしゃべらない暮らしが続くのかと思いました時に、それが怖くなったのでございます。なんとか世間との接点を持った暮らしが続けられないものか、そう考えたのが68歳でございました。たまたま神戸に落語教室があるというのを知りました。落語なら私は若い頃から見に行くのが好きだったもんですから、いっぺんやってみようかぐらいの軽い気持ちで受講を決めました。初めてお教室へ行ってみますと、先輩の生徒さん方が師匠の前でもうプロの噺家さんのように落語を演じていらっしゃいます。うわあ、すごいな、私もこんな風になれるのかしらと思いました。1年もしますと発表会というのが開かれるんですけれども、私は生まれて初めて赤い毛線の敷き詰められた講座というところに上がりまして、覚えたての落語を披露いたしました。すると客席から笑い声が起きたんです。わあ、私みたいな落語にでも笑ってくださった。もうこの感激が忘れられずに、それからはすっかり落語にはまってしまいます。そのうちに生徒さん方で開いていらっしゃる素人落語会というのに私も出していただけるようになりました。そうなりますと落語のネタを増やさないといけません。落語を覚えないといけません。私は一生懸命落語を覚えました。そのうちに私自身にも出演依頼をいただけるようになりました。地域の自治会とか老人会から呼んでいただけるんです。会場へ伺いますと、お集まりいただいたお客様方が私の落語を聞いてとても喜んでくださるんです。主催者の方も喜んでくださって、また次の落語会の依頼をくださいます。こういう人とのつながりが落語を始めるまでは感じたことのない生きがいとかやりがいを感じまして、気がついたら6年が過ぎておりました。この年の発表会では私は30分の大ネタで
トリを取らせていただくまでになっておりました。聞きに来てくださったお友達は口を揃えて素晴らしかった、感心したとお褒めの言葉をくださいます。しかし私はこの時75歳も間近に迫っておりまして、新しい落語のネタを覚えるにももう四苦八苦のありさまでございます。また来年の発表会にこのままで新しいネタを今年褒めていただけたような落語をできるのだろうか。お教室に通っておりましても技術の向上もままならないのではないかと考えまして、そこで落語教室をやめたのでございます。ところがその翌年2013年の3月に神戸で素人女性落語家コンテストというのが開かれました。いっぺん力試しがしてみたい、私は応募いたしました。予選44人の中の7人に選んでいただけたのです。もうこれだけで嬉しくてお友達に言い回りました。本選までは1週間です。7人のうちで3人が受賞となります。なんとかこの3人に入りたい。私はもう1週間の間自分のネタを一生懸命何度も練習いたしまして本番に臨みました。審査の結果は3位には入っておりません。2位にも無理でした。やっぱりダメだったか。もう諦めかけたその時、1位は〇〇亭おはぎさんという声が聞こえてきたんです。もう私は気が遠くなるような、指の先まで冷たくなるような感覚で賞状を受け取っておりました。全応募者の中で私が最高齢でしたので、審査員の先生方もおまけで1位をくださったのだと思います。このコンテストの結果が新聞に載ります。テレビが私のことを紹介してくれます。それをご覧になった方が私に出演依頼をくださいます。東京のテレビ局までが私のことを取材してくれまして、全国放送で流してくれました。その上、今日はこのステージに立たせていただくという機会まで与えていただきました。このどこにでもいる普通のおばあさんが1年前まではもう想像することもできなかったような素晴らしい体験をさせていただいております。もうこんな嬉しいありがたいことはございません。しかし私はあと10日もしない間に76歳を迎えてしまいます。68歳から落語を始めたこの8年間は30代40代の8年間とはもう全然違います。体力や頭脳の衰えは目に見えて早くなっております。しかし私はこの先も落語をやめようとは思いません。いくら年を重ねてもお客様を喜ばせる力、お客様に喜んでもらおうと思う力、パワーというものは衰えるものではないからです。人を喜ばせる力は人との交流が楽しければそこから自然に湧いてくるものです。そもそも
世間との交流を続けたいという気持ちから私は落語を習い始めました。落語を習い始めまして、老人会などで落語をすることも楽しかった。落語教室へ通うことも楽しかった。人との交流が楽しかったのです。老人会などでの交流が私の落語を磨いてくれました。力を与えてくれました。一つの交流が新しい交流を生み、新たな可能性を生んでくれました。落語クイーンになれたのも、今ここに立てているのも、誰かとの交流がきっかけになったのは間違いございません。大切なのは交流の場へ自分から足を踏み入れることです。人との交流が考えることのできないほど大きな可能性を育んでくれるものと信じて、私はこれからも落語を続けていこうと思っております。それではここで会場の皆様と楽しく交流をいたしましょう。こちらに小話が出てまいりました。金槌という小話ですけれども、これを私が今から読ませていただきますので、一度聞いていてください。お隣へ行って金槌借りてきなはれ。この釘打ってしまうさかいに。行ってきたけど貸してくれしまへんねん。なんで貸さんねん。金槌何すんねん言うさかいに釘打ちますねん言うたら、釘と金槌とがすれてちびる言うて貸してくれしまへん。なんとケチなやつがおるな世の中には。なんぼほどちびんねんそんなもん。変わるな変わるな。そんなケチなやつから辛いでもうち飲んだして使い。こういう小話でございますけれども、これを会場の皆様、今まで黙って座ってらっしゃいましたので、ちょっと声を出すのも楽しいかと思いますので、ご一緒に、金槌はのけまして、お隣へから声を揃えて呼んでいただきましょう。では参ります。3、はい。お隣へ行って金槌借りてきなはれ。この釘を打ってしまうさかい。行ってきたけど貸してくれまへん。なんで貸さんねん。金槌何すんねん言うさかい。釘打ちますねん言うたら、釘と金槌とがすれてちびる言うて貸してくれしまへん。なんとケチなやつがおるな世の中には。なんぼほどちびんねんそんなもん。借るな借るな。そんなケチなやつから辛いでもうち飲んだして使え。ありがとうございます。それではね、どの辺なのかな、ここからか、こっちからこの通路からこっち側の方は黒字に白で書いてあるところ、この通路からこっちの方は白地に黒で書いてあるところを大きな声で両方負けずに読んでいただきたいと思います。ではこちらからいきます。お隣へからですよ。3、はい。お隣へ行って金槌を借りてきなはれ。この釘を打ってしまうさかい。行ってきたけど貸してくれしまへん。なんで貸さんねん。金槌何すんねん言うさかい。釘打ちますねん言うたら、釘と金槌とがするてちびる言うて貸してくれしまえ。なんとケチなやつがおるな世の中には。なんぼほどちびんねんそんなもん。借るな借るな。そんなケチなやつから辛いでもうち飲んだして使え。ありがとうございました。ありがとうございました。
それではこれで私の話は終わらせていただきます。ありがとうございました。